皆さんこんにちは。今日はですね、フィメールダンサーに向けて効率よくダンスが上手くなる方法をお話ししようと思います。女性は感覚的に理解して習うより慣れろスタンスでこっちの方が良さそうって思って行動できる方が多いと思うんですけど、私の場合はハウスダンスを始めてからほとんどレッスンに行かなかったので、自分で考えて行動しないと上手くなる方法がなかったので、試行錯誤しながらスキルアップをしてきました。なので今日は私が10年間ハウスダンスをやってきて一番効率が上がったなと思う方法をお話ししようと思います。私の中では男性と女性は体の構造で違う部分がたくさんあるので、男性のダンサーの練習方法は 100% 女性ダンサーにマッチしないと思ってます。身体的に大きな違いだなと思っていることは3つあって、1つ目は重心の位置の違いですね。これは高さだったり前後の位置関係だったり、そういう部分が変わってきていて、すごい微妙な差なんですけど、バランスを取るのに一番大切な場所なんですよね。こう四つん這いになって顎肘ついて腕下げてバランスが取れるか取れないかみたいなのが流行ったと思うんですけど、あれも重心の違いから来るものですね。なので体の全体のバランスを取っている場所なので、踊る時にもとても大切な違いだなと思ってます。2つ目は筋肉の違いです。これは結構分かりやすいと思うんですけど、パワー系の動きがしにくかったり体力差があったりっていうところと、筋肉量の違いで疲労回復の速度も違うっていうのは大きな違いだなと思ってます。筋肉量が少ないことで体の回復のスピードが変わってくるので、特徴を生かして練習効率を上げるっていうことをやってきました。もう一つの違いはホルモン周期ですね。これはすごくまだまだ解明されてないことが多い分野らしいので難しいんですけど、一つの大きな違いだなと思ってます。今回はこの筋肉の違いっていうところにフォーカスをして、特徴を生かした効率のいい練習方法をお話ししようと思います。で、まず一つ目の効率を上げる方法は、練習密度よりも練習頻度を増やすっていうことですね。昔トレーナーさんに教えてもらったんですけど、女性の筋肉は男性の筋肉に比べてハードなトレーニングに耐えられない筋肉をしているそうです。なので負担の強い筋トレはちょっと耐えられなかったり、適度な休息が必要になったりするそうです。負担をかけすぎると筋肉の回復にも時間がかかるので、効率っていう面でもあまり良くありません。10年ぐらい前のハウスダンスを始めた頃はもう一日も早く上手くなりたいと思って1日8時間とか練習してたんですけど、正直効率は良くなかったなっていうふうに思いますね。怪我も結構してましたし、変なところに筋肉ついてしまってめっちゃ足太くなったりとか、負の連鎖が大きかったですね。それを聞いてから短時間でもいいから練習をするようにしたり、練習回数を増やすことによって明らかに結果に出るようにもなってきましたね。上手くなりたいって思う時は長時間練習したりとかしがちだと思うんですけど、あまり焦らずに1時間とかでも30分とかでもいいから回数を増やすっていうところをやってもらえたらいいかなと思います。もう一つの効率を上げるための方法は、練習後のストレッチをしっかり行うことです。意外とちゃんとやってる方少ないんじゃないかなと思いますね。私も始めた時ほとんどやってなかったので、一般的にストレッチはアクティブレストっていう風によく言われてて、ほぐすことをしっかり行うと筋肉の疲労回復速度が驚くほど変わるのを身をもって実感しているので、騙されたと思ってやってもらいたいことです。逆にやらなかった場合どうなるかっていうと、まず疲労が残って筋肉が硬くなりますでしょ。ほんで血管が圧縮されて血液循環が悪くなって、で筋肉が酸素不足になって栄養不足になって疲労物質がどんどん溜まっていって、また硬くなって結果的に体の不調の慢性化っていう風に負のスパイラルに陥っていくので、ダンスだけじゃなくてメンタル的にも疲れやすくなってきます。でこのストレッチを30分から1時間ぐらい私はやっているんですけど、きっかけは
は2013年ダンサーライブのカリスマックスでトーナメントに上がった時以来やっています。決勝に出たってこともほとんどなくって、結果が出始めた時だったんですよね。参加者もすごく多くって、予選だけで3回か4回ぐらいあったんちゃうかな。で、決勝に行くまでにものすごい体力使ってしまって、トーナメント前に体がバキバキで動かないっていう状態やったんですけど、会場に出張整体みたいなのがあったんですよ。めっちゃしんどかったから駆け込むように行ったんですけど、筋肉をほぐしてもらったら今までの疲労が嘘みたいになくなってぴょんぴょん動けたから、筋肉をほぐすってこんなにもパフォーマンスに影響するんやっていうのを実感したんですよね。ストレッチも適当に終わらせるんじゃなくって、疲労を取るっていう目的をしっかり持ちながらほぐすようになって、どんどん結果も出てくるようになりましたし、自分の踊りも変わっていったのがすごく分かったので、特に女性の方は疲労回復速度が遅いっていう特徴もあるので、そこはぜひやってほしいなと思います。練習直後はできないことも多いので、寝るまでにはやるっていうざっくりしたルールでやっています。以上が筋肉の特徴を生かした効率よくダンスが上手くなる方法でした。おさらいすると、練習頻度を増やす、練習後のストレッチをしっかり行うっていうことですね。普通のことっぽい感じもするんですけど、もうなんかこれをやっただけで本当にスキルも変わったし、結果もすごい出るようになったので、ほんまにこれはおすすめします。なんかどれぐらい変わったかお見せしようかと思ったんですけど、ちょっと自分の昔の踊りが見てられなくて、見せるのも見るのも苦痛やったので、もしご興味ある方いらっしゃったら、YouTube などで検索してもらえたらと思います。もうでも見つけてもらわないことをひたすらに願ってます。そんな感じでいろんなモチベーションがあるかと思いますが、その時の自分の気持ちに正直に楽しくダンスができたらいいんじゃないかなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。